もし殺されても死なない人間がいるとしたら、2005年4月1日、中国東北部に位置する黒竜江省、ひっそりとした四角い部屋の中、簡易ベッドの上で一人の女性が寝ていました。胸元を上下させながら小さなうなり声を漏らすその女性の名は B ライメイ。約10ヶ月前に恋人を殺害した罪で捕まった殺人犯でした。そしてよく見ると彼女の後ろ髪には真っ黒な血液がべっとりと付着しています。傷を見るので横になってください。そう促したのは B の枕元に立っていた白衣の男性。B は返事とも呼べないうなり声を上げベッドへ倒れ込みました。そして男性は彼女の後頭部を覗き込むと白衣のポケットへ手を入れます。次の瞬間、男性の手に握られていたものは拳銃。今度こそ確実に死んでもらわないとな。そう、今この部屋で行われているのは B の2度目の死刑執行だったんです。生涯で2度も死刑に処されることになった女性。彼女はなぜ2度も死の恐怖にさらされなければならなかったのか。2度行われた処刑は彼女の罪深さを表すかのようだったんです。おそす、引っ越すよ、ケンちゃんです。私も引っ越します。タミヤミコです。いやいやいや、喉どうしたん？喉だけでおかしくて。でも PCR とか抗原検査とかそういう検査系は陰性なのよ。怖いよ。陰性なのよ。大丈夫。怖いよ。もう僕もね、来週あたり体調崩してるかもしれない。ハスキーボイスになっちゃう。はい、モテるわよ。余計なお世話だよ。今回ご紹介するのは中国で起こったある殺人事件。なんとこの事件で驚かされるのはですね、犯人の女性が2回も死刑に処されているところなんです。なんか今そういう話聞いたことあるけどさ、2回も死刑に処されるって、もうわざとめちゃくちゃ恐怖を与えるために1回目そこそこなとこにしといてとか、そういうことじゃないの？声で集中できんわ。多分ね、これすっごい低い声出したら普通に出ると思う。ちょ、やってみて。すごい低い声を出したらちょっといけるわよね。高い声出すと死ぬんだ。高い声出すとねこんなんなっちゃう。そもそもね、中国のね、死刑っていうのは大体銃殺刑でですね、一度執行されたら死んでしまうっていうのが普通なんですけど、それなのになぜ2回も死刑が処されたのか非常に気になります。そしてもう一つ、この事件自体がね、非常に凶悪なもので、そちらの、ね、内容も注目していきたいと思います。彼女はですね、生まれながらにある才能を持っていたんです。そしてその才能がなければ、もしかしたら犯罪者にはなっていなかったかもとも言われているんです。評判の店。2004年3月、中国黒竜江省の州都ハルビン、中心部から200キロ離れた田舎町法政県の美容室ライメイビューティーショップには、その日も女性の声が明るく響いていました。いらっしゃいませ、少しお待ちくださいね。笑顔を振りまきながら小さな店の中を踊るように歩き回るその女性は店主の B ライメイ。1年前にオープンしたこの美容室は、店を一人で切り盛りする彼女の美しい容姿と陽気な性格もあって、男性客から特に人気を集めていたんです。そもそもこの店をオープンできたのも B の生まれ持った美に対する才能があってこそでした。1983年、 B は法政県のあまり裕福でない家庭で生を受けます。両親は共働きで頻繁に家を空けており、娘の B にもそれほど構うことができませんでした。しかしそれでも B の幼少期は決して孤独なものではなかったんです。絶対俺が B の隣の席だ、ずるいぞ、俺だって B の隣がいい。そう、養子に恵まれていた B は幼少期から男子に非常にモテていました。男子たちはいつも彼女の隣の席を取り合い、誰が B の宿題を手伝うのかを争い合うほど、いつも男子に囲まれていた B は、たとえ両親が留守がちでも寂しい思いをすることは一切ありませんでした。そしてそんな周囲の様子に B は幼心にこう思っていたんです。私はこの見た目だけで何でも手に入れられる。そこから B はもっと可愛く、もっと美しくと、とにかく容姿にこだわるように。一方で勉強はおろそかになり、成績はいつも学年最下位。結局は高校2年に上がる頃、 B は学校を中退。そしてこの時、両親の勧めで美容師の専門学校に入学したことが B にとっての転機となったんです。なんか自分の容姿を話しかけてちょっと気に入らないんだけどさ、でもお店開くくらいだから美容師としての才能はあったんじゃない？ B はね、自分の容姿にはね、すごいこだわりがあった方だったので、美的センスにはね、絶対の自信があったんでしょうね。美容師って楽しい、もっと勉強して上手くなりたい。幼少期からもっと可愛く、もっと美しくと容姿を追求してきた B にとって、美容師の仕事はまさに転職。美容師の仕事の楽しさに気がついた B は、そこから毎日遅くまでヘアカットの勉強をして、教わった技術をみるみる吸収していったんです。さらにおしゃれに敏感な B は、髪を切る相手に似合うヘアスタイルを提案する能力にも長けていました。こうして学内でも高く評価された B に両親は大喜び。幼い頃の B に構えなかった罪滅ぼしとでも言うかのように、両親は彼女が20歳の頃、貯金
をはたいて店をプレゼントするんです。すげえなこの両親。それにしてもさ、20歳の時に店持ってさ、それで繁盛させたんでしょ。すごい商売の才能があるじゃない。そしてね、実はね、中国で美容室をオープンさせるの結構日本より敷居低いんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、中国の美容室について。日本では国家資格がなければ美容師にはなれないんですが、中国に美容師の免許はありません。そのため中国ではたとえ美容師の勉強をしていなくても美容師になることができ、その分美容室の数も非常に多いんです。中国では美容師に求められる技術も高くありません。都心部ではシャンプーやヘアセットのみで利用する人も多く、料金も1回数百円ほど、喫茶店感覚で美容室へ通う人もたくさんいるんです。こうして雷鳴ビューティーショップがオープンし、1年ほど経ったある日のこと、店の隅で休息を取っていた B はドアベルの音に気がつき、急いで立ち上がりました。いらっしゃいま。店に入ってきたのは一人の男性客。そして B と男性客は目が合った瞬間、お互いに言葉を失ったんです。シャンプーお願いします。はい、こちらへどうぞ。男性の名はジアン・ライー。引き締まったバランスのいい体型に高級なスーツをまとった見るからに裕福そうな青年でした。さらに話をしてみると、ジアンは物腰も柔らかく B にとって理想の男性に思えたんです。なんて素敵な人なの。この日から B とジアンは交際を開始。ジアンに夢中になった B は時間が許す限り彼とデートを重ねるようになっていきます。しかし実はこの時 B はある勘違いをしていたんです。勘違い？このジアンって男になんかおかしなところがあるってこと？問題とはね、言えないんですけれど、B にとってはね、重要なことだったんです。こんなに可愛い彼女に愛されて俺は幸せ者だな。 B とジアンが交際し始めると、美しい彼女に愛されることにジアンはこれまでにない幸せを感じていました。ただ彼には一つだけ B に対し後ろめたく感じていることがあったんです。それは B がジアンのことを金持ちだと勘違いしていること。名門大学を首席で卒業しているジアンは豊かな教養とスマートな雰囲気を併せ持つ男性。しかし大学で学んだ哲学の知識を活かせる仕事はなかなか見つからず、彼は就職を諦めて地元へ戻ってきたところだったんです。そしてジアンは病気がちな両親を支えるため地元でタイピストの仕事に就きますが、その給料は決して高いとは言えませんでした。そんなジアンの仕事や家庭の事情を知らない B はデートのたびに高級レストランでの食事や高価なプレゼントを狙ってくるんです。無邪気に喜ぶ B の姿にジアンも最初こそ応えようとしていましたが、彼の経済状況では限界が来るのも時間の問題でした。 B には喜んでほしいけど、このままじゃ貯金が底をついてしまう。 B との交際を続けていくにはもっと節約しなければならない。そう考えたジアンは次第に彼女とのデートにお金を使わなくなっていくんです。すると、最近安い店ばっかでつまんない。そう、ジアンに一目惚れしたかに見えていた B ですが、実はそれは彼の身なりが裕福そうに見えていたため、経済的に余裕のない家庭で育った B にとって恋人に求める一番の条件はお金持ちであることなんです。そしてジアンが財布の紐を固くし始めてからしばらく経ったある日、なあ B さん、ジアンみたいなやつに尽くしてあんたも苦労してるんだろ。あいつの家は親御さんが病気がちで家計のやりくりも大変らしいじゃないか。美容室の客から唐突にそんな話を聞かされた B。 あいつ私を騙したのね。この日以来 B はジアンからのデートの誘いを断るようになり、次第に彼と距離を取るようになっていったんです。そして B はジアンがいなくても男性には一切苦労しない女性。そのことが2人の間にさらなる悲劇をもたらすことになるんです。なんとなく読めてきた。もうこれ男関係ね、だらしないととんでもないことになるから、本当にね。ジアンにね、愛想を尽かした B はね、この後事態を泥沼化させてしまうんです。募る思い。それは B が恋人のジアンと距離を取るようになって1ヶ月経った頃のこと。ジアンは B の美容室、雷鳴ビューティーショップの近くで彼女の仕事終わりを待っていました。今日こそ彼女と会って話がしたい。そして彼女の気持ちをつなぎ止めるんだ。そう、 B に家庭の事情を知られたことを知らない彼は、この1ヶ月彼女が自分に会いたがらない理由が分からず悩み続けていました。そして B を待ち伏せしていたジアンですが、いつもこの道を通るはずなのにおかしいな、今日はもう帰るか。店が閉まる時間を迎えても待てど暮らせどやってこない B。 ジアンは諦めてきびすを返そうとしました。しかし次の瞬間、彼は目に飛び込んできたその光景に息を飲みます。どういうことだ。そう、ジアンの視線の先では確かに B が知らない男と腕を絡ませ歩いていたんです。 B と一緒に歩いていたのは頻繁に雷鳴ビューティーショップへ訪れていたジン・ワン。地元の有名企業の社長の息子で非常に裕福な男でした。そしてワンはビジネスの話など全く分かっておらず、女性に高価なプレゼントを贈ることしか考えていないような生粋のドラ息子。裕福な男性と結ばれて贅沢をしたい B にとってはこれ以上ない相手だったんです。これはもう修羅場になるわよ。 B もね、別れてきっちりしてから次行きゃいいのにね。ひどい話なんですけど、B にとってはね、お金がない時点で別れ話をするっていうのにも値しない男だったってことなんですよ。
ひどいっすけどねひどいわね。そしてね、ジアンはこの後 B に詰め寄るんですけれども、そのせいで胸をえぐられるような現実をね、突きつけられてしまうんです。あの男は誰？浮気してるのか？恋人のジアンに問い詰められ、 B は一瞬ピクリと眉を動かしました。しかし彼女はそれ以上動じることもなく、呆れたような口ぶりでこう言ったんです。あなたは見た目もいいし頭もいい。でもお金を稼げないじゃない。あまりにも冷たい B の言葉に唖然とするジアン。彼は思わずこう漏らしていました。僕は給料のほとんどを君のために使ってきたのに。すると B はまるで汚いものを見るような目でジアンを見据え、はっきりとこう言ったんです。今の彼は50万もする宝石を簡単に買ってくれる。あなたには買えないでしょ。こんな女相手にしなくていい。本当に別れて次行きなさい。まあそれがね、できてればね、事件には発展しなかったんですけどね。まあねそうなんです。ジアンはね、どうしても B のことを諦めきれなかったんです。こじれる愛情。B がジアンに一方的な別れを告げて以来、ジアンは以前にも増して彼女の店へ何度も押しかけてくるようになりました。そしてすっかりやつれた彼はくぼんだ目で B を見つめ、いつもこう言うんです。慰謝料をよこせ。そう、自分を苦しめた B に対し、ジアンはもはや愛情ではなく憎しみを抱くように。これはちょっとまずいことになったわね。これまで彼を適当にあしらっていた B もジアンのただならぬ様子に焦りを募らせます。そして B はジアンを自分から呼び出し、一度話をすることに。それは2004年6月23日のこと。 B はストレスで体調を崩しているジアンの気晴らしを兼ね、街から離れた山の中腹の広場へ彼を誘いました。私たちが喧嘩をしたのは全て私のせいだった。あなたを悲しませてしまって本当にごめんなさい。悲しそうな表情を浮かべてそう切り出した B。 そこからお互いに謝罪の言葉を口にした2人は熱く抱擁を交わしました。ジアンは涙を流し、1ヶ月ぶりに触れる B の体温を噛み締めるように感じていたんです。いや、まさか B が考え直すと思わなかったわね。元恋人のボロボロンみたいな姿が耐えられなかったのでしょ。まあ急にこんなに優しくなってね、なんか裏があるって思っちゃいますよね。確かに。喉が渇いたな。 B との仲直りの後、何気なくそうつぶやいたジアン。すると B はその言葉を待っていたかのように背負っていたリュックサックからコーラのペットボトルを取り出します。持ってきたの、どうぞ。ありがとう。特に気にする様子もなくコーラを受け取ったジアンは勢いよく喉を鳴らし、それを飲み始めました。ああ、うまい。満足げにそうつぶやいたジアン。しかし次の瞬間、ジアンは口から血を吐き、腹部を押さえてその場に倒れ込みます。そう、彼が先ほど口にしたのは B が事前に用意していた毒入りコーラ。 B は毒を飲ませるために人気のない山の中へ彼を連れてきたんです。しかしもだえ苦しむジアンを前にすると B は思い直したかのようにこう声をかけました。大丈夫？そしてジアンに手を差し伸べると、その手を掴み立ち上がった彼をそのまま崖から突き落としたんです。金のない男はいらない。私はワンと結婚するの。もう絵に描いたような悪書じゃないのよ。何？こんなやつが結婚とかまかり取るわけ？それがね、新しい恋人のワンが絡んできたことで B は墓穴を掘ることになってしまうんです。そしてね、この事件で一番衝撃的なことが起こるのは、実はここからなんです。前代未聞の死刑。2005年4月1日午前11時、ハルビンからそれほど遠くない山のふもとに1台の車が姿を現しました。厳重に警備されたその車両から引きずられるようにして降りてきたのは、そう B でした。腕と足をロープで拘束された状態の B。 この日、恋人のジアンを殺害した罪で有罪となった彼女の死刑が執行されることになったんです。 B はジアンを殺害し、何食わぬ顔で新しい恋人のワンと結婚するつもりでいました。しかしその野望は叶わず、実は殺されたジアンの上司がジアンが B と山へ向かうという話を聞いており、彼女の犯行はすぐに明るみになったんです。生前ジアンは上司に向かって嬉しそうにこう話していたといいます。やっと彼女と仲直りができたんですよ。久しぶりにデートに誘ってくれて嬉しいな。そして B が死刑になったことには、実は新しい恋人のワンも関係していました。私だけじゃない、恋人のワンも共犯よ。取り調べに際し罪を軽くしたい一心でそう訴えた B。 彼女のその嘘のせいで無関係のワンが警察から厳しい尋問を受けることになってしまったんです。あの女絶対に許さないぞ。これまで散々貢いできたことを思い返し、怒りにその身を震わせるワン。 B に死刑の判決が下されたのは、彼を巻き添えにしようとしたことや捜査を攪乱して長引かせようとしたことで極めて悪質と判断された結果だったんです。新しい恋人まで巻き込んで、ほんととんでもないわね。もういくらね、鼻持ちならないドラ息子だって言っても、これは怒るわよ。2005年のね、中国ではまだ公開処刑が行われておりまして、美しい B の死刑を一目見ようとね、大勢の見物人が押し寄せたんですよ。人間らしく汚いというか、野じ馬根性というか、なんとも言えないですよね。そんな B の処刑において異例の事態が発生するんです。
口を開けろ。地面にひざまついた B の後頭部に銃を突きつけ、淡々とそう促した死刑執行人。 B は紫色の唇を震わせながらゆっくりとその口を開きます。そして次の瞬間、力なくその場に倒れ込んだ B。 その後法医学者によってすぐに彼女の死が確認されました。火葬場に運ばれてきた大きなビニール袋。納棺師がその袋のファスナーを開くと、そこには真っ白な肌をした美しい女性が横たわっていた。紛れもなく先ほど死刑執行されたばかりの B だった。納棺師は手際よく遺体を棺へ運び入れると、 B の顔周りに跳ねた血液を拭き取り、長い髪に櫛を入れた。綺麗だな。亡くなっているとはいえ B の遺体は納棺師が思わず見惚れてしまうほどに美しかった。そう、彼女がすでに死んでいるなどとは信じられないほどに。そこから最低限の身なりを整えた後、 B の遺体は家族の前に運ばれた。何もしてあげられなくてごめんよ B。 もっと幸せにしてあげたかった。ごめんね、ごめんね。 B の遺体を前に彼女の両親は悲痛な声を上げて泣き叫んでいた。たとえ凶悪な殺人を犯したとしても B が彼らの娘であることに変わりはない。そして両親は幼少期に B に構えなかったことが彼女が道を踏み外すきっかけになったのだと自責の念に駆られていたのかもしれない。最後の別れもつかの間、火葬場の職員は棺を火葬炉へ運ぶ。そして火葬炉の扉が閉まりかけたその時だった。どこからか漏れ聞こえてくる女性のか細い声。火葬場の職員は辺りを見回した。その声の出所はなんと棺の中。生きてる、生きてるぞ。頭打ち抜かれたのに生きてたの？そうなんです。彼女はね、一体なぜ生き延びていたんでしょうか。死刑執行の際に放たれた銃弾は2発、確実に B の後頭部から口へと貫通していました。しかし2発の銃弾は B の小脳を少し傷つけただけ。なんと偶然致命傷にはなっていなかったんです。こうして一度死刑になったものの奇跡的な生還を果たしてしまった B。 彼女の両親は火葬場へ駆けつけた警察官や裁判官に向かい、地面に頭をすりつけこう懇願しました。お願いします、どうか娘の命を助けてやっていただけないでしょうか。しかし死刑に失敗したからといって死刑囚の罪が消えるわけではありません。この後泣き叫ぶ B の両親はすぐに取り押さえられ、 B の2度目の死刑が執行されることに。類いまれなる美貌で2人の男をもてあそび、それぞれに憎まれることになった B。 2度行われた死刑は2人を手玉に取ろうとした彼女の罪の重さを言い表すかのようでした。